そらもうツアー行ったら俺はもうウキウキウウウキ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 。今回はアメリカの中央から東側、ご覧の地図の星がついているところを回ってきた。では簡単にツアールートを振り返ってみよう。まずはニューヨーク州ブルックリンの大渋滞を乗り越えて7時間、ペンシルベニア州ピッツバーグ到着、オハイオ州コロンバス、イリノイ州シカゴが直前キャンセルだったんで地元友人らと飲みまくり、ミネソタ州ミネアポリス、翌日のイリノイ州ジェーンズビルのショーもやっぱりキャンセルになってしまったので、アイオワ州シダーラピッツでバンドマン御用達モーテル6宿泊、ミズーリ州はセントルイスの隣町セントチャールズ、テネシー州メンフィス、ジョージア州アトランタもこれまたキャンセル出てしまって地元友人らと朝まで飲みまくり、ノースカロライナ州はアッシュビル、バージニア州ハリソンバーグ、横長ペンシルベニア州は2本目のフィラデルフィア、それで帰ってきましたブルックリンと。まあこんな感じだったんだけれども、それでは早速前半戦の模様行ってみよう。ピッツバーグね、今見てもらったようにロックルームっていうところで今回やったんだけど、これは俺も初めてで、ピッツバーグってやっぱ街並みが古いイメージがあって、バーもねすごく古いバーが残ってるっていう感じで、もうタバコ吸えたりするのね、店内で。タバコは吸えるわ、で親父のバーテンダーがいて、なんかこう薄暗くて、でまあ言い方悪いけど汚くて、でもなんかロック色満点な感じがする。これがやっぱりねピッツバーグっていう俺の印象ね。ライブロックルームで終わった後に行った、ハウリーなんだかグローラーズじゃねえな、なんだかホーリーなんだかな、グースキーズっていう箱なんか、まさにもうピッツバーグでも有名な小箱、ちっちゃい箱で、俺も何回かやったことあるんだけど以前ね、まあそこなんかももちろんタバコ吸えってもう狭くて、だけどいつも人があふれて、で奥でライブやって、それでその音をバーテンダーの親父が聞いてて、出てくるとさっきみたいに一杯飲むかいいじゃんみたいなね。これやっぱ最高でしょ。これやっぱ酒好きにはたまらないわけよ。やっぱり北千住のさ変な居酒屋に行ってな、そういう感じよ。ピッツバーグ北千住、ピッツバーグイコール北千住だね。アメリカ回ってると洗濯1週間に1回とか2週間に1回ぐらい行かなきゃいけない。そうするとランドリー行くんだけど、ランドリーにバーまでは行かなくても、例えば軽食出したりコーヒー出したり飲み物出したりっていうところはね結構あるんだよ。だけどライブまでやらせる、しかも酒提供してバーもあるっていうのは、これはコロンバス以外では俺はやったことがない。ナーバスアグレッションっていうバンドが、一緒にやってくれたんだけど、これがオハイオ出身のバンドで、これがね一番初めにやったのはねノーフォークっていう、いわゆるオハイオってさっき地図で見たら真ん中、ノーフォークっていうのはまあもう一回地図で出すけど、
東海岸賞決まって5バンドぐらい。ところがさ、その内容をよくよくライブの前に見るわな、見たらさ、4バンドがツアーバンドなのよ。で地元のバンド1つしか出てない。これはちょっとしんどいなと。で7時になったらみんながついてきた。ナーバスアグレッションも来た。でみんなでブッカーいつになったら来るんだろうねと待ってる。8時になる。まだ来ない。ブッカーは来ねえ。地元のバンドも来ねえ。バーに聞いてどうなってるんだ、ブッカーはどうなってる。俺らももちろんメールする、電話する、だけど出ない。バーのやつは今日のあること、ライブは知ってるけど他のことは知らない。いわゆるバーとブッカーっていうのが離れてるっていうのは、これはアメリカは結構ありがちなことだからね。それはブッカーは別でバーにブッキングだけして、でバーはそこ場所を提供するっていうだけっていう、これはアメリカ普通にあることなんで、それはいいんだけど、それにしても来ないと。ブッカーが来ない。100歩言ってもそれもあることだ。だけどそれにしても地元のバンドも来ないで、誰が仕切るのって話になってきて、これもきついぞと。ついに俺も業を煮やして、じゃあもう俺ら行くぞと、やるから。でナーバスアグレッションとちょっと仲良くなってきたんで、俺らまずやるからとにかく次やれよ、やってくれと。それで2バンドでもいいから盛り上がろうぜっつってやったのがノーフォークのライブで初めてナーバスアグレッションで、散々ライブやりながら暴れて飲んで、4年ぐらい前なのかな。でそれからの中で「おはよう」でやっぱりやるっつったら必ずナーバスが一緒にやると。そういうことだな。だけど結局インディーズレベルだとバンドのコレクションで全部ブッキングしていくので、やっぱりナーバスなんかは本当にそういう意味じゃいい出会いだよね。それであいつらがニューヨークに来た時には必ず俺らもブッキングするぜっていう話だけど、ニューヨーク来ないけどねニューヨーク入るだけで16ドルぐらいかかるからさ、もう来るの嫌なんだよI trust you, Forrest. I got my wet denim jeans on the line, and they ain't never gonna dry. And if they try to take them down, the jeans, I swear to God, I'll make them mine. I got my wet denim jeans on the line, and they ain't never gonna dry. And if you try to take them down, the jeans down, I swear to God, I'll make them. 見てもらって分かるようにね、これ家の庭なのよ。家の庭でのライブで、その家の持ち主がビリー。8年以上かな、ビリーとは付き合いがあって、とにかくミネアポリスのライブっつったらずーっとビリーに頼りっぱなしだよね。連絡したらもうとにかく面白いショーを組んでくれる。でもともとね、ヘキサゴンバーっていうところでずーっとミネアポリスはライブやってたのね。ビリーもヘキサゴンバーが好きで、オーナーとも仲良くて、今回もオーナー来てくれたんだけど、コロナがあって、その後にね、今度ね、ミネアポリスって警官が黒人の男を組み敷いて殺しちゃったっていう事件が起きたんだよね。こんなあっちゃならねえことなんだけど、それで荒れて、その時にヘキサゴンバーも火事になって、もう原因は分かんないよ。火事になって亡くなっちゃったんだよ。だけどビリーは何も言わない。 OK しか言わない。でどうするんだろうと思ったら家の庭でやっちゃうわけよ。一番初めにあったのが10年ぐらい前だと思うんだけど、マイノットっていうノースダコタ、ミネアポリスよりももっと北、もうカナダと国境を接するノースダコタ、そこのマイノットっていう土地で
俺がこっちに来て初めて組んだバンドケイサースロックで、いろんなコネクションをたどってパイノットでライブをやった。その時にブッキングしてくれるのはビリーで、昼はアートギャラリーでブッキングしてくれて、でその時にも地元の子らを集めて飯とかも作ってくれて、そこでフリーフードで客入れて、土曜日間違いなく土曜日、それでそこで昼やっといて、それを全部家の地下室のショーに持ってくるっていう流れを作って、ものすごいことなんだその野郎が。地下室ぶっ壊れるぐらいの騒ぎになった。盛り上がりすぎて、で朝まで飲んでるっていう、もうビリーがその全部の中心にいたんでね。で今回は初めて家でやるっていうんでね、ビリーもこの状況下だし、やっぱり近隣の目もあるしっていうんで、珍しくちょっと緊張してたけど、やっぱりお客さんも来てくれて、でバンドも良くて、全部がうまい、近隣含め全部がいい感じにまとまって盛り上がってっていうことがね、素晴らしかったね。いい日だったな。だから単純に本当に音楽やって人がいて飯があって笑顔があって話があって、人間と音楽が一緒にいるっていうことの素晴らしさが集約されてるような日だったと思う。感動したな俺は。